チェンバーボーン。アップデート7。がっつり作り直しをして無事無限の動力を手に入れた我らがビーバー。そして最長のアクシオ30日が襲来。さあ我らの動力システムの稼働テストを始めるぞー。ただいまアクシオ4日目、8列目の工事が終わり動力を計測中。汚水を貯水してるダムとアクシオ両方ともこのシステム内には流入させず、システムの独力のパワーを試しております。トリマ6万5000ぐらいで安定稼働したみたい。5万くらいの動力黒字だ。まあ汚水が自然蒸発したら止まるはずなので、実験中の待ち時間で汚水ダムの底下げ工事しとこっと。ポンプが組み上げる汚水の確保ができないと止まるシステム、ポンプ下の汚水を枯らさないのが重要だ。それなのに施工ミスで組み上げる汚水うっかりダダ漏れにしちゃうのがうちのレイムさんだ。やっちまったー。しかもアクシオ始まって9日間も気づいてなかった。むしろこれで今までよく動いてたよ。だな。でも水位が下がったことで動力の供給量が半分まで低下しちゃってるねー。給水ポンプがフル稼働できてなさそうだ。時折ちらっと地面が見えちゃってる。こうなると自動で止まるから動力は減る一方になりそうだ。仕方ない、使いたくなかったけど穴も塞いだし、ダムの汚水使って一旦水位を戻しましょ。これだとダムからの水流も動力に加算されちゃうから、純粋なポンプだけの力の計測にはならないぜ。まあもともと30日間放置したらシステム内の汚水が自然蒸発するだろうし、遅かれ早かれこうする運命だったんだよ。こうして純粋なポンプのみの実験はわずか10日で終わった。トリマイマール給水ポンプだけで十分水車回せることが分かったし、建設は止めてた追加の増設計画は凍結しましょ。水車とポンプを2階建てにすれば動力倍化もいけるぞ。めんどい。おい。それよりも給水ポンプが組む汚水が蒸発する方が問題。下に無駄にでかい貯水槽を作ったけどこれを狭くします。ああ水車の下も全部貯水可能にしたせいで、長期間伐とかだと準備万端でも止まる可能性あるな。やべえ、ポンプが組む汚水回復しきる前に汚水ダムの汚水がなくなっちゃった。そういや汚水事故でドーム閉じてたから、中途半端にしか貯水なかったな。組み出した先の水位が 0.7 後半で、組み出す貯水槽が 0.2、これはちと厳しいかも。手前は広いから水量あるけど、乾いたら終わりだ。まあギリまで粘ってヤバくなったらアクシオの汚水使って動かしましょ。永久期間の実験ではなくなっちゃうが、まあ一応稼働継続は可能だな。でアクシオ発生18日目で注水したダムの汚水も乾いて、動力が2万まで減少。まだギリポンプ動いてるな。汚水ポンプ手前を貯水槽化工事したので、清水弁互い違い貯水システムはもう使えないので埋め直し。せっかく掘ったのに埋め直す、地味に工数の多い無駄工事であった。高度限界近くまで積んだ汚水用水路も撤去じゃー。もったいないけど使わんので撤去を。アクシオ20日目でポンプを賄う動力が限界寸前。ダダ漏れミスあった割に意外と持ったな。で2日後必要動力割れを確認。ちょっとしか貯水してなかったけどダムの汚水を足しても30日超えるのは失敗だったか。まあ次の干ばつは触れなくても稼働し続けるよ多分。多分かよ。さてこのまま給水ポンプ止めちゃうのもなんかあれだし、アクシオの汚水も注水しますか。組み出すための汚水を注水。あやべえ、ここ貯水槽化したから下に溜まってこっちに入ってこないや。逆流しないように清水弁でもつけとけ。あいよ。しかし汚水の注水が間に合わずアクシオ残り7日で動力停止。稼働した永久期間が止まるとはこれいかに。意図かなし。やらかしも原因だが、しっかり準備する前に勝手にアクシオで動き出したのそのまま稼働してただけだからまあ仕方ねえか。畜生、これなら長い干ばつの自然蒸発とも戦えるぞー。さすがにこの量は蒸発しなさそうだ。究極タンクに組んでボットに放水させても OK。タンクは蒸発しないもんな。アクシオの排水口も意味なく綺麗に整備したけど、これも直接汚水ダムに流した方がいいかもだね。まあそこまでやらんでも動くから、気が向いた時でいいんじゃね？アクシオが終わるまでは掘りすぎたところを、汚水ダムの排水口の高さと合わせる作業を。頭悪そうな突出部の足場組むのが上手くなってて草。頭悪いよな、効率はいいんだよ多分。でも多分である。いのー、ちのみず。問題なくアクシオ30日生存、それなりにダムの貯水が減ってるな。ああ前々回のアクシオの時汚水事故で1日清水弁封印したから、その時の影響で詰まって清水も注水できてなかったのかも。汚水混じりの水だばー。アクシオ明け、祝いの葉っぱー。汚水ダムがほぼ完全体になったぜ。これでもう汚水が枯れることはないどー。早速注水開始だ。ダムの清水弁はここにあって水位が下がると放水されます。
清水弁建設で汚水を浴びなくなった、英雄ラオジンの像が横で微笑みながら監視しております。まあポンプの組み上げが早いのでほぼ閉まってます。そして無限動力システムに夢中になりすぎた結果、エネルギー切れボットで溢れとる。原料の西洋鋼骨の在庫がなくなっちゃったけど、じゃがいもの在庫があるのでまあ平気。原料を切り替えて1日で解消された。水位が下がってたところに流れてきたおかげか、動力86000を計装多く、組み上げるところを貯水槽化したことで、ポンプがフル稼働できるようになって流量も増えたのかもな。どうやらお気に入りになったらしい足場の組み方。これほんと便利だけど階段は最後に建設しないとビーバーはまるのでご注意。奥の足場建設中に階段が完成するとはまる。ダムからの注水なしで計測中、ポンプの独力での平均は8万くらいで安定かなってな感じで気になるところは大体計測したので、清水弁を自動化し本格稼働をいよいよ開始。さて工事も終わったしこの倉庫分を解体しようかと考えたけど、倉庫がいっぱいあれば在庫たくさん保管できると思いそのままで決定。在庫の数を確認し、物資の取り寄せ設定だけ見直しした。でお次は鉱山周りがごちゃごちゃしてたのでここをきれいに作り直します。また無駄に突出部足場してる。どんな地形にも対応できるから楽でいいんだよ。そんなこんなしてたら干ばつ28日が襲来。30日の後の28日、かなり厳しいのが来たぜ。まあ多分平気でしょ。理由はわからないけど元清水弁互い違いシステムの上に、新たに清水弁を設置する私。自分でやってるのに理由がわからない、少し若年性認知症の気配があります。マジで？なぜバンジーダムが真っ赤に？汚水が噴水で出てきてる時点で意味がわからねえ。悪潮の時に何かが溢れて水道管に混じったのか？ギリ汚染されない濃度みたいだけど、見た目が悪いし一旦注水停止。干ばつ28日もあるし、ある程度は自然に蒸発するかな？ここまでやる必要はないと思うけど、意味なく盛り土の限界まで汚水ダムを増強。4日ほどでほぼ完成。ビーバーたちマジ作業早えな。はっはー。悪潮の排水溝前をきれいに整備。次の大規模工事の構想が降りてこない。軽いスランプ。せっせと働くビーバーたちを眺めながら次の構想を考え中。現状足りてないのはメープルくらいで、他全部揃ってるぜ。汚水ダムとバンジーダムの境目の出っ張りが気になる。これを直すぞー。どうでもいい工事入りまーす。なんかでかいの建てたくなった時のために倉庫分を拡張。すでにワンダースら即日完成させそうな在庫ありそう。他の場所の倉庫も見直して、効率良さそうな場所に追加とかもしたよ。細かい効率アップを図っております。地下鉱山に地下貯蔵庫のスクラップ置き場。何千保管する気だよ。そんなにスクラップいらねえだろ。腐るもんじゃないからいくらあってもいいんだよ。おい。バンジーダム建設時に苦労した階段を撤去。ジップラインに仕事を奪われた悲しい存在。この辺の使わない道も撤去してきれいに整備しましょ。そして今回もうっかり防水フロアも剥がしてしまう霊虫であった。あわわわわ。でも土砂採掘機が水没してても使えるという、新たな知見を得られたので OK。ポジティブー。鉱山再開発は順調に進み、駅と倉庫を建設中。ジップラインの乗り換え駅で倉庫もあるので、貨物駅としても使えそうである。干ばつ発生17日目、無限動力システムをチェック。動力8万付近で安定してるから、6万5000くらい動力生み続けてることになるな。問題としたら動力の使い道がないくらいかな？おい。汚水ダムの貯水も問題なさそう。推進のチェックも問題なーし、これにて無限動力のテストを終了とする。ロマン建造物、無限動力編、完。ということでビーバーたちよ、巨大記念碑を建造するのだー。うわこれ清水弁か？また無駄に鉄を使いそうなもんを。鉄在庫6000あるんで楽勝っす。こうして意味のない巨大建設工事が始まった。一見ビーバー、これは後世に残る文化遺産となるものだ、多分かよ、高度限界付近での作業は身が縮こまりそうだ。私は絶対にこの足場には登らないぞ。建設依頼だけ出しておきながらビーバーに丸投げとか鬼畜かよ。で干ばつ28日目の無限動力さんがちゃんと動いてるところを撮影。ここまでやればコメ欄で論争してた人たちも満足してもらえるかな？てか使い道ない動力を作るロマン施設だし、動こうと動かなかろうとどっちでもええわ。それは言わないで。この無駄動力の有効活用も考えなきゃだな。いのーちのみず
握手を30日の後の干ばつ28日だけあって、さすがに貯水がかなり減ってるぜ。汚れたバンジーダムも止めてたしね。そしてその頃ビーバーモニュメントでは最後のピースの大詰め。英雄ラオジン像、完成だー。いやそれただの労働者の像だろ。野暮なことは一個なしだよ。ビーバー B, E, A, V, R ビーバー。もうこれ最終回でいいんじゃなかろうか。最終回じゃないぞよ。もうちっとだけ続くんじゃ。ですか。では無限動力さんが完全体になったところで巨大モニュメントも完成したし今回はここまで。ではビバミちゃんの新曲とともに今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。命の水キラキラと大きなダムに映るよ。巨大映像物完成の今日はお祝い半日お休み。みんなで手を挙げ歌おう。湖と森の守りで輝く明日。偉大な発明無限動力天才ビーバーの秘密。たっぷり溜めた汚水のダムが楽園を守るの。夢と希望を抱いて BEVER 一緒に作ろう未来素敵な世界を。意味はないモニュメントに思わずにっこり嬉しくて。みんなの力でできたから自慢の我が町。星空映す水面で一瞬の魔法を感じる。永遠の希